皆さんこんにちは。司会進行役の小野塚小町です。長らくお待たせいたしました。笑ってはいけない貝塚。今日は一緒に楽しんでいきましょう。本編に入る前に視聴するにあたっての注意事項がいくつかあるんだ。まず一つは視聴者が不快になるようなコメントの禁止。これは基本だね。もう一つはネタに対してあまり過剰反応しないでほしいこと。今回は人間組に死神になってもらったんだけど、舞台が舞台だからもしかしたら不謹慎に思うネタがあるかもしれないんだ。十二分に配慮したつもりだが、もしかしたら気に障るネタもあるかもしれない。そこは申し訳ないんだけど多めに見てほしいんだ。台本も編集も一人でやってるからさ、問題の一つや二つあることを前提に主張してもらえると助かるよ。それじゃ、そろそろあいつらを呼ぼうか。どうだった今回、もう何回もお尻叩かれてるからそろそろ慣れてきただろ？慣れるわけないでしょう。乙女のお尻をなんだと思ってるのよ。だぜ。あえて言わせてもらうなら、今後のネタが心配だったかしら。今回もちょこっとネタかぶりあるけど、シリーズが重なればそれだけ過去にあったネタと似たようなものも出てくるでしょうから。そこは、ほら、台本と編集を一個人でやってるから色々と限界があるんだよ。ネタに既視感や年齢を感じても、口にしないでおくれ。差は本人が一番わかってるから。前置きはこれくらいにして、早速本編に行こうか。じゃあレイム、いつものよろしく。靴置いて強制カットしないでくれない？笑ってはいけない貝塚なんだ、揃いも揃って新規臭い顔しやがって。あんまりこういうこと言いたくないけどね。多分一番やりたくない回になると思う。そういうこと言うなよ。何が不満だってんだ。だって、お前の上司ってあいつじゃん。今夜が山田。利益山田なぶね。うちのボスも楽しみにしてたんだ。そう嫌がりなさんな。っていうか、司会進行役がだらけすぎよ。こういうとこで日向ぼっこしながらだらける老後を過ごしたい。そんなの私がやりたいわよ。いいから始めましょう。今回、お前さんたちは死神になってもらう。ルール説明の前に死神の衣装を用意させてあるから各自着替えてきておくれ。ほう、似合ってるじゃないか。死神衣装って小町みたいな服装と思ったけど、黒の置物なのね。死神っぽくていいと思うよ。編集も楽だし。そんな身も蓋もない。さなえも悪くないじゃないか。短めの袴も可愛らしくていいわね。ヨウムは一番死神らしいな。挽回とかできそう。マリサも似合ってるじゃないか。どうせなら私も刀を刺したかったぜ。ダメ、編集のウェイトが増えるだろ。危ないとかではなくそういう理由なのな。あ、ヨウムも刀はスタッフに預けておくれよ。使うこともないしお尻をしばきづらいから。今回もお尻をしばかれるのは確定なのね。あれ、レイムはまだ着替え終わってないの？なんか嫌な予感がする。もう終わりだよこの企画。こんなのと一緒ぶったははははは。デスノートの死神と芸人の鉄拳を足して割ったみたいなメイクね。前回といいレイムばっかりずるいわ。兄よ、私はただ着替えさせられただけだってのに。すみません。せめてメイクだけは落としてもらえないですかね。何言ってるんだい。せっかくスタッフが準備してくれたのにすぐに落とすもんかね。少なくとも移動中は落とさないよ。それじゃ、着替えてもらったことだしルール説明といこうかね。お前さんたちには24時間見習いの死神として働いてもらう。働いている間は笑うことは一切禁止。もし笑ったらきついお仕置きが待ってるからね。サボタージュタイトから働くなんて単語聞くと違和感が半端じゃないな。死神って主にどんなことするの？メインは生と死を正常に循環させる仕事だね。死んでからもサンズの川に来ない奴を迎えに行ったり、本来の寿命を過ぎても生にしがみつく輩に引導を渡したりとか。私はそういう面倒な仕事はせずに船頭としてサンズの川で死者を船に乗せて、その際にもらえる渡し金で酒とつまみ買って生活してるけどね。あの世でお金に困らないようにって備えた名船が飲み食いに使われてるってなんか嫌だな。仕方ないだろ、使わないとどんどん溜まるんだから、原作の貝塚でも弾幕としてバンバンお金投げてただろ？勝手にお金が溜まってくとか、私も行ってみたい。今回の目的地ってサンズの川の先よね。電車から船に乗り換えるのかしら。変な笑いの資格が来なきゃいいけどな。変な笑いの資格なら隣にいるじゃない。意識しないようにしてるんだからやめて。おや、あれはウサギじゃないか。なんだか様子がおかしいな。異変はどこ？異変がなかったら進む。もし異変があったら引き返す。見つけた、異変。こんなやべえ顔、絶対にブフ。すいません、途中で笑わないでもらっていいですか？あれ、あの子たちなんか見たことあるような。うちの売りキャラ4メイドね。笑ったら謎の死神軍団にお尻を叩かれるよ。異変があったら戻らないと、早く電車から脱出できるといいな。間もなく。今夜が山田です。なんとか間に合いました。乗り遅れたら仕事に遅刻してしまうところでした。やっぱり出てきちゃったよ。開幕から出てくるとか、どんだけ今日を楽しみにしてたんだ。あら？もし、そこのお方、落とされましたよ。もしもし？落とされましたよ。
あらまあ、ご親切にどうも。親切なお方、お礼がしたいのですけれど、もしよろしければお名前を。です。ヘイモちゃんと言え。元気な返事でしたね。元気すぎるわ、電車内で迷惑極まりないぜ。彼岸だからか、あちこち彼岸花が咲いてるね。貝塚の時は溢れ返った幽霊が植物に宿って季節外れの花を咲かせたもんだが、ここは関係なく年中彼岸花が咲いてるんだな。サンズの川を渡るために順番待ちしてる幽霊は絶えないからね。待ってる間彼岸花に宿って休んでる子も多いのさ。待ってる連中がいるのにサボれるあんたってすごいわね。おや誰か戦ってるな。強い。さすがは大妖怪、風見優香さん。私たちでは太刀打ちできません。二人とも下がってなさい。さあ隊長が戦うならなんとかなるかもしれないわ。半端な覚悟ではあの人の前で立っていることすらできない。相変わらずすげえハゲだ。いかに強キャラかを教えてくれてるのかと思ったらただの悪口じゃねえか。覇王色のハゲ。何者だ。趣味で死神をやっているものだ。何よその適当な設定は。ていうか死神ってなんだよ。確かに毛髪は死に絶えてるけども。お前、ハゲてるじゃないか。なんでああいう面倒ごとに駆り出される死神は大変だ。それじゃあ行こうか。あんなの卑怯でしょう。笑いに対して手段選ばなすぎだろ。さあ、こっからは船で移動するよ。実際には彼岸に似たような場所からサンズの川に似てるだけの川を渡ってるだけだから安心してよ。あ、彼岸もサンズの川も本物じゃないんだ。そりゃあ、死者の集まるとこでバラエティはやれないって話だ。自分たちだって死んで落ち込んでる横でおふざけされても嫌だろ。それされたらとりあえず川に落とすわね。おや、なんか近づいてきてるな。キルノちゃん、あの服装、あいつも隊長格なのかよ。氷の道を作りながら川を渡る。こんなことができるなんてあたいったらそういうのが死んでる、だと。なんで私がもう一人いるのよ。それも気になりますけど目が進化してるあれ、怒られません。そっくりなただの人手だから大丈夫。あの昨夜もそっくりさんって言いたいわけ？詰め所に寄る前に先に私たちのボスに挨拶に行くよ。行きたくねえな。さっき電車で会った時にすりゃよかったじゃん。通勤時にお時間を取らせるわけにはいかないよ。相手の都合ってものもあるからね。ちゃんと正式な場で挨拶して印象良くしておいた方がこの企画が終わった後も覚えめでたくなるってもんさ。どんなに印象良くても閻魔の裁きは厳正だがね。四季様、失礼します。はじめまして、新たな死神たちよ。私は四季駅山田ナブ、幻想郷担当の閻魔です。あなたたちが死神という立場を自覚し、立派に務めを果たすことを願います。早速ですが、あなたたちに仮の名前を与えます。業務上、悪意のある者とも相対することがあります。マナーを悪用されないための処置と思ってください。あなた、名前は？白霊霊夢です。山田。隣のあなたは？聞いておいて被せるのやめてもらえません。山田。お名前は？こっちやさないです。なんで2回言ったんですか？魂魄用務。すみません、それ実名なんですけど。あなたは？聞いて。いざよい昨夜です。では、しっかりと死神として務めるように。名前。タイガーマスクのテーマが名前なんでしょ。BGM が名前になることってある？いい名前をもらえたな。それじゃあ行こうか。今夜が山という本来ならシリアスなワードを笑いにした本家は本当にすごいわよね。なんだろうな、あれ、山田ってだけならまだ耐えられるんだけど今夜が山田になるとめっちゃ面白い。っていうか、山田って山田ナブの別称みたいなものでしょ？あの人はあのキャラを定着させていいのかしら？うちのボスはきっちり白黒をつけられるお方、通常時とバラエティとの線引きもしっかりされる。要するに通常時に山田って呼ばなきゃいいってことだ。説教長くて口うるさいけど、ノリがいいというか徹底してるというか。本当はまあ高身長だけど圧を感じないようにって小さくなってたり、あの人なりに結構気を使ってるんだよ。好きに身長変えられるなんて地味に羨ましいぜ。もう一つ聞きたいんだけど、私に似たあれは何者？私にもわからん。そんなわからないやつをネタに組み込むなよ。面白かったですけどね。今回は普通の机を用意してもらえてよかったわ。前回は一人だけ存在な扱いだったもんね。それはいいけど、着替えたついでにメイクも落としてきて欲しかったよ。おっと、そういや顔はそのままだったわね。ほら、美少女レイムちゃんに戻ってやったわよ。それマスクだったのかよ。アリスがね、お肌にダメージがないようにって魔法でマスクを用意してくれたのよ。保湿効果もあるみたいでお肌が普段よりいい感じ。この企画で唯一ありがたいのは、食べるものに困らないってことよね。あなたたちも食べる？何そのきっしょいリンゴ。よくそんなの食べられるね。ねえ、知ってる？綺麗ってタイでは汚いとかブサイクって意味なんだよ。生きろ、そなたは美しいあた。綺麗って言葉を避けたんだから許してやれよ。それより、どれ、今回の引き出しはどんな感じかしらね。
霊夢、アウトにならなかったけど今ちょっと笑ってたぞ。どうした？デスノートが入ってたわ。死神ネタとして出るかもと思いましたが、本当に出ましたか？サナエ、知ってるの？なんだか不穏な名前のノートだけど、簡単に言うと、名前を書かれた人が本当に死んじゃうノートです。私の知ってるデスノートとは随分見た目が違うな。最初のページに説明があるわ。ノートに見習い死神の名前を書くと死神がそのターゲットに刑を執行する。死神はローテーションで登場する。なお、誰の名前も書かずに夜を迎えると全員に死神の刑が執行される。ヨウム、昨夜、集合。はい。この流れ、きっとあれよね。過去に私たちの尻を粉砕したあれだよね。おい、なんで私とサナエをハブるんだよ。で、どっちの名前書く？そりゃピーマンでしょ。次回の風神録はサナエが仕掛け人に回るだろうからしばく機会があるかわからないし。それもそうね。やらないって選択肢はないんですか？ないです。失礼しまーす。あれ、ゆゆこ様？兄よ、キック要員が来るとか思ったのに予想外のキャラね。さあ、ピーマンちゃん、お尻出して。もしかして刀で叩くんですか？これスポンジ素材だからそこまで怖がらなくていいわよ。あら、思ったより痛くないや。何それ、こんなんじゃ満足できないわ。いやなんで？今度はちゃんと来た。当たり外れがあるみたいだね。発色ちゃん、私はレイムさんと違って脆いんで本当、頼みますよ。あらー、十分に痛そうな音したね。お尻が弾けた。私の引き出しには他は何にもなかったわ。ねえ、レイム？提案なんだけど、今回からは引き出しは確認したい人だけにしない？ほら、引き出しを開けなきゃ未公開のネタは次回に回せるだろうし悪い提案じゃないと思うんだけど。それ許すとあなた、毎回引き出し確認しなくなるでしょうが。でもいいわ、毎回律儀に引き出しに時間を取ることもないからね。霊夢が勝手に決めちゃっていいのかよ。いいよ、時間もないし。だとさ、よかったわねヨウム。じゃあ私も今回はやめておきます。まだお尻が痛いですしお笑いトラップにかかりたくありません。情けない。お笑い芸人が笑いから逃げたらおしまいよ。いや、私たち別に芸人ではありませんし。それじゃあ仕切り直しと行きましょう。マリサはやるんでしょう？もちろん。ポイッと。あれ？何があったの？このババアすっげー上から来ますやん。他のとこは。いいって。式神の乱じゃなくて私が抜擢されるのかよ。確実に私たち人間が先に要介護になるだろうにね。私のとこはこれで全部だよ。じゃあ次は私がやらせてもらおうかしら。これ、本家でもあったわこういうシンプルだけど面白いお笑い作れる人って天才だと思うわ。だな。他は花が入ってたわ。ハロー、僕はフラウィ。お花のフラウィだ。近づきの印に君にラブを当ててあげる。何？ちょっと、大丈夫？特に問題はないわ。そいつは一旦引き出しに戻したらどうだ？そうする、あとは何もなかったわ。失礼します。あら、あやじゃない。お疲れ様です。今回の企画に対しての意気込みなんかを取材させていただきたいのですが、お時間よろしいですか？そら、待ちが長いし時間はあるけども。レイムさん、今回の貝塚に対して何かコメントをいただきたいのですが。コメントって言ったってね今からでも帰りてえなってくらいしか。あやちゃん。ヘトゴトネタやったよ。今取材中だから。ヘトゴトネタやったよ。まったく、一回だけよ。消しゴムの角使ったくらいで怒んなよ。消しゴムの誰で？いやちゃんと聞いてやれよ。声ふっと。わかりましたから。消しゴムの角使ったくらいで怒んなよ。消しゴムの角ってほら、二人とも、迷惑だから帰りますよ。あの3人で一番偉いのが右って誰も思わないよな。何がとは言わないけど、一回だけでいいから触ってみたいわね。で、私たちはなんで太陽の畑に来たの？大事にされたい、愛情を注がれたいと願う幽霊が大事にされてるものに憑依するケースはそんなに珍しいことじゃないんだが、ここの畑のひまわりは特に大事にされてるだろ？魂がつくことも多いから時折刈り取りに来るのさ。ちょうどよく憑依されたひまわりがいるじゃないか。いや、こんなの卑怯でしょ。憑依っていうかもう別の何かじゃん。コンパロ、熱よ集まれ。太陽神の近くはポカポカしてていいね。あいつら、冬はこんなとこにいたのね。太陽の畑だし太陽神がいてもおかしくないのかな？ずっと事務所にいるのも暇だろう。見回りのついでに一杯引っ掛けに行かないかい？仕事中に酒に誘うなんて悪い先輩ね。量ほど飲むわけじゃない。体をポカポカにして寒い中でもきちんと仕事ができる程度に飲むんだ。手足がかじかんだままじゃいざって時困るだろう？あれ？こっち、さっきも来た気がする。おっと、迷子か？あっち行ってみよう。
身内が影から今の派でいるみたいだし、保護する必要はなさそうだね。プリズムリバーの帽子かぶってるだけの世紀末キャラじゃん。妙にハマってるのが腹立つな。おや、あの子たちも迷子かな？お、ちょうどいいくらいの鬼がいるじゃねえか。こんなガキの鬼なら、俺でもやれるぜ。危険です！もっと情報を集め込んでろ。俺は安全にしろ。早くやるです破壊。最高に、やつだ！急に悠長に喋り出しますやん。ありゃ、行きつけのおでん屋なんだが、先客がいるみたいだね。あち、猫舌だから熱くて食べれない。あたいも熱いの苦手。じゃあ食べやすいように少し冷ましてあげるよ。へえ、アルバイト。クラウンピースじゃん。地獄の妖精がなんでこんなとこでアルバイトしてるのよ。ふふ。随分と原始的な冷まし方。あんなアルバイトいらないだろ。そういえば、お前さんたちのインタビュー動画ができたんだけど確認してくれないかい？インタビュー動画？ほら、笑ってはいけないってタイトルだけに惹かれてきた人たちは東方キャラ知らないかもしれないだろ？だから、せめてお前さんたちだけでも紹介しておこうってね。それはいいんだけど、私、そんな撮影に参加した覚えないんだけど、私も、もしかして原作の図絵で紹介とか？私も詳しく知らんが、見ればわかるんじゃないかい？まず年齢も教えてくれるかな。17歳です。年齢も教えてくれる。 17歳です。年齢。 17歳です。原作はよくやる？やりますね。やります。あの子、定期的に人形で劇とかやってる割には大根役者よね。練習すれば上手に演技するぜ。あえて練習をろくにさせてもらえてないんだろうよ。今何かスポーツやってるの？すごくいい体してるよね。にょんにょこにょこにょこにょんにょんにょん。にょ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 ん。なんて表情してんのよ。もう働いてるの？学生です。ねえよ。どの作品が好きなの？私は王道を行く子なんですかね。パッと詰め込みすぎだろ。お前たちに代わってアピールしてくれるなんて優しい連中だね。今ので東方の何がわかるのよ。東方が誤解されるから陰夢ネタと絡ませるのはこれっきりにしてほしいぜ、本当に。大変だ、凶悪な大妖怪が攻め込んできた。お前たちも一緒に迎え撃ってくれ。大妖怪？そんなヤバいのが来たのか？どきなさい、エンマ。こっちはのんきに説教聞いてやれるほど暇じゃないの。落ち着きなさい。いきなりどうしたというのです。私の大事なフライを盗んだ犯人がここにいるのよ。犯人は死神の見習いっていうタレコミがあったの。確認させてもらうわよ。そのフライというのは？顔のついた黄色い花よ。顔のついた黄色い花って。このエンマの部下を疑う以上、勘違いでしたで済まされないのは承知の上でしょうね。私は他人が何をしていようと興味もないしそれに干渉する気もない。ただ、私のものに手出しするなら誰が相手でも容赦はしない。相手がお前でもだ。このまま戦争でも構わないけど、ちょこっと見習いを確認させてもらうだけでいいのよ。無論、勘違いなら相応の制裁を受けましょう。確たる証拠があるようですね。フライにはメディスンの毒を貸してある、夜に光る特殊な毒よ。要するに、暗くすればフライに手を出した輩がわかるの。メディスンの毒ってスズランじゃないのか。あの子、あらゆる毒を操れる能力を持ってるのよ。蜂や雲みたいな生物の毒も、アルコールやニコチンみたいなものも、暗闇で光る毒ってのがどこかの世界に存在するならそれを操れても不思議じゃないわ。暗くすればわかるのですね。ここらを闇に染め上げることくらいできるから魔力の使用を許可してくださる？いいでしょう。それで部下たちの疑いが晴れるのならば。どうも。すごい光ってたね。あの時のが原因なんでしょうね。犯人も見つかったし、引き渡して。今夜が山だ。いや、かばってよ。いうか、私は盗んでないわ。今更言い逃れしないでちょうだい。いや、本当に。そんなにビビらなくていいわ。女の子のほっぺを叩くようなことはしないから。ビンタして顔にあざでも作られたら笑えないでしょう？だから、ガッテムビンタではなくガッテムスパンキングで許してあげるわ。さあ、お尻をこっちに向けなさい。いうか、お尻だからって叩くのは良くないわ。なんなら土下座するから、それで許して。昨夜。早く食らいなさいよ。抵抗すると加減もしてもらえなくなるぜ。助けてください。悪魔に襲われてます。俺は悪魔だ。否定しないんかい。二度とこんな企画に呼ぶんじゃないわよ。コン太郎。四季様、あいつ大丈夫ですかね？今夜が山だ。振らなくていいですから。昨夜、生きてる？いうか、なかなかいいおっぱいしてたわね。意外と余裕そうで安心したわ。お疲れ様、これで見習い死神としての業務は終了だよ。どうだった？死神ってのも悪くなかっただろ？死者が途切れることはないだろうし、ろくに休みももらえなそうな死神にはなりたくないなって思ったわ。そう考えるとサボりたくなる気持ちもわからんでもないな。それじゃ、ボスから何か一言。
一日業務お疲れ様でした。今夜が山じゃ。元のネタがわからない子も多かったことでしょう。マンネリも考慮して今後は登場を控えます。お迎えに来ているのでご一緒にお帰りください。本当にお疲れ様でした。保護者？ゆかりん、17歳です。なんで誰も笑わないの？全員お疲れさん、とりあえず無事に終わることができて安心したよ。年々動画の時間が短くなってて不安にはなったけどね。これでも頑張った方だよ。なんせ体験版のステージ3を出したのが12月21日で、その時点では体験版以外は何もできてなかったんだから。次回は風神録だね。そうです、私が初登場の作品ですから気合が入っちゃいます。予定ってだけで実際やれるかどうかわからないけどね。これが今年最初の動画ってことで何か言うことはあるかい？笑ってはいけないの準備で止まってた他のシリーズもまた再開するから今年もどうぞよろしくお願いします。更新頻度はリアルの都合とイコールだからまあ気長に待ってもらえると嬉しいぜ。それじゃ短くて不完全燃焼かもしれないけど今回はこれでおしまい。今年もサワーチャンネルをよろしくお願いします。